です。僕は今熊本県小国町に来ています。今日はここ小国にある以前からずっと気になっていた温泉宿に宿泊します。湯宿小国のオーベルジュワイタカというところですね。絶景を望めてたくさんの貸し切りを利用することができて、そしてオーベルジュというだけあってお料理もおそらくこだわっていると思うので楽しみです。では行ってみましょう。そして今僕がいるこの場所は鍋ヶ滝というここ小国町の中でも有名な観光スポットなんですけど、これ滝の後ろ側が通れるようになっていて、レースカーテンのように流れていく美しい光景が目の前に広がっています。ここ周辺は阿蘇と呼ばれるエリアなので、阿蘇の火山が生んだ自然が織りなす絶景ですね。こう噴火によって溶岩がこの滝の上のところを流れていったわけで、もともとこの下の空洞になっているところが川だったんですけど、溶岩が流れてこの上の部分が硬い岩のようになって、そして下は昔川で柔らかい層になってるんで、硬い上の部分が残って柔らかい下の部分がちょっと空洞になったっていう感じですかね。せっかくなんであっちの裏側ちょっと行ってみようかな。ここからいい感じで写真も撮ることができそうですよね、向こうに立って。でこの辺の川もとっても綺麗で、滝の景色も綺麗だけど、こっち側の静かな川の流れの景色もこの辺の阿蘇のエリアっぽくていいですね。滝の裏側にやってきましたけど、ここからのアングルもめっちゃ綺麗ですね。なかなかこの裏側に来てこっち側から景色を望むって他の滝じゃ絶対できないんで、やっぱここは特別な滝というか観光地として賑わう理由も分かりますね。今まで見たことないですよ、裏側からこんな大きな滝を見るなんて。大迫力だ。いや小国町何回か来てるけどね、ここ初めて来てなんで今まで来なかったんだっていう感じですね。それぐらい見応えのある景色が目の前に広がってます。で裏側はこんな感じで、洞窟というか鍾乳洞みたいな感じになってますね。上には大きな硬い岩があって、下の部分はちょっと地層のようにね、左手柔らかい部分が見えてます。はい、でここ鍋ヶ滝駐車場の前なんですけど、ちょっとした売店とか、ここにはなんとランチ情報がめっちゃ分かりやすく書かれてる。で QR コードまでついてるからね、いやこういうのありがたいですよね。で今日はこれからランチ食べてお宿行くんで、この中のどれか行きましょうかね。小国で、有名なのはこの岡本豆腐とか、こっちに赤牛も熊本といえばありますし、この辺は水が本当に綺麗なんで美味しい蕎麦屋さんもたくさんあります。迷いますね。ちなみにここ小国町は目の前のこれ北里柴三郎さんの生誕の地なんですよね。皆さん知ってましたか？この人が一体何者か。これですよ、新しい千円札に載ってる人。まさか小国出身とはね。僕も九州の人間ですけど全然知りませんでした。あと1分で着くぜ。北里柴三郎ね、めっちゃ打ち出します。こっち右に記念館ある。北里柴三郎蕎麦屋着いた。左側です。いけんじゃない？いい感じです。結構でかいな。なんか駅みたいなのあるし。はい、蕎麦をいただこうと思います。この店にやってきました。店構えめっちゃ立派。はい、でやっぱ人気店なだけあってね、ちょっと並んで入ってきて、メニュー表はこんな感じでいろんな御膳とかセットメニューがあってね、本当に目移りする。どれも美味しそう。蕎麦とか天ぷらとか、あとはね小国は山芋とかも有名だし、蕎麦でもなんかざるそば、かけそば、梅のそばとかね、いろんな種類もあるし、これも1回じゃちょっと堪能しきれないぐらいそそられるメニューがあってね、単品でもこれ左手のやつ頼みたいぐらい。またいい店見つけちゃいましたね、これ小国で。すごいですね、これ北里柴三郎メニューでちょうど1000円ですよっていうのもありますね。はい、そして頼んだのは舞茸天ぷら膳です。これがお蕎麦で、天ぷらもこれ舞茸だけじゃなくていろいろついててめっちゃ贅沢ですね。そして炊き込みご飯も、これはうまそう。
まずはビールいただきます。このキンキンに冷えたグラスで出してくれましたね。そういうとこ大事ですよ。いやー、喉越し最高。さあ、じゃあそばをいただきます。すごいざらつきがあって、そば本来の旨味がめっちゃ凝縮されてる。結構こうしっかりとした甘みのあるつゆにね、このざらつきのあるそばにこううまく絡み合って絶妙なうまさ。これは多分10割そばですね。皆さんどっちが好きですか？10割と28、それぞれ良さがあるけどね。これでもめっちゃうまいな。さすが玄関のところにミシュランに掲載されたことがある店って書いてましたね。舞茸天。舞茸天はこれどうやって食べるの？これなんだこれ。わさび塩、抹茶塩かわさび塩かわかんないけど、これかける。いや、衣めっちゃサクサクやんこれ。うまっ。抹茶塩もいい味出してるわ。天ぷらとお茶って絶対合うしね。程よい塩味がまたね、いいアクセントになる。めっちゃいいわ。この舞茸のシャキッと食感と天ぷらのサクサク食感、そして山の幸のうまみが一気に広がってきます。いや、天ぷらにはビールですよ。いやー、うますぎる。最後。ご飯もあった。ご飯もうまっ。程よいこう出汁の染み込み具合でくどくない優しい味わいがね、たまんないですね。中に人参やごぼうとか、いろんなお野菜もまぶされてて、すごい柔らかくてふわふわで、米めっちゃうまいなこれ。本当にこの小国のエリアはね、美味しいお店がたくさんある。前回行った時もこういろりで地鶏を焼肉で焼くランチとかね、2000円台で食べたんですけど、これなんてもう1700円ですからね。街中とか行ったらこの値段では済まないでしょうし、一応日曜だからちょっと並んだけど、多分15分から20分ぐらいで入ることできたんで、それもまた都会とかだったらね、人気店だってもう30分から1時間とか全然待つと思うんで、いやー、やっぱいいですね、この九州のエリアは小国。九州の人としては知ってますけどね、全国の皆さん小国ってね、知らない人多いでしょ。穴場ですよ。めっちゃいいとこ。本当にご飯がうまい。デザートがこれ小国ジャージー牛そばアイスクリームってめっちゃ気になったんで頼んでみました。色も確かにそばの色だ。おお結構硬い。人生で食べたことないですね、そばアイスなんて。うわ新食感ですね。上に香ばしいちょっと炙られたごまみたいなのが乗ってて、で普通のバニラアイスよりもかなりさっぱりとした甘みが広がっていきますね。本当にさっきのこう本当のそばのザラザラっとした食感もアイスなのにあるし、そばの香りもほんのり確かに漂ってくる。甘さ控えめでこう大人のアイスって感じですね。デザートもオリジナルで面白いですね。はい、ではこれからお宿のある湧田温泉郷というところに行きます。湧田温泉郷があるのは熊本の小国町というところで、有名な黒川温泉があるのが南小国町で、小国町はその南小国町の北側にある町です。僕の住んでいる福岡市からは車で約1時間40分。全国的には知名度はそこまでないんですけど、ここの湧田温泉郷の湯煙立ち上がる景観は圧巻なので、行ったことがない人にはぜひ訪れてほしい場所なんですよね。まだチェックインの時間じゃないんで、その湧田温泉郷の湯煙立ち上がる街の中にこれから行きます。はい、久しぶりにやってきました。これが湧田温泉郷ですよ。見てください、この後ろのもくもくと立ち上がる湯煙が。知ってましたか皆さん、湧田温泉。別府はね有名なんですけど、別府よりもさらにコンパクトになってるんだけど、密集してる分だけの迫力がすごい。本当にこっちからもこっちからも熱気がとんでもないですね。今こっち吹いてきてるんですけどね、あんまり全国的には知られてないですけど、本当に一見の価値あるんで来てみてください。湧田温泉で、今日はこの湧田温泉のいい宿に泊まるそうですね。左手の街中からちょっとこっち側に抜けてきても、まだ湯気がこんな感じでもくもくと立ち上がってます。これすごいな。これ滝のところの下の部分から煙が湧き上がってくるって、こんな光景見たことないですよ、他の場所で。とんでもないなこれ。あそこの滝の下の部分に行ったらあったかいのかな、温泉みたいに浸かることできるんですかね。これ打たせ湯みたいな感じで観光名所にしようと思ったらできそうですけどね。でも湧田温泉はこの自然な感じがいいんでしょうね。
本当に知る人ぞ知る景色なんですね。この湧田温泉郷の景色は、この湯煙がたくさんある中に集落があるっていうのが面白いですよね。普通にもう観光地化してお金取ってもいいんじゃないかっていうぐらい、この見応えのある景色ですね。この中に入るのに500円とか1000円とかでもね、見る価値がある場所だと思いますけど、こりゃ面白い。建物を見るとね、ちょっと昭和の時代にタイムスリップしたかのような雰囲気も漂ってて、この右下もとんでもないな。これもう別府の地獄巡りでありそうなね、この下からボコボコっとあそこの泥の部分が湧き出てますね。この辺の配管も温泉の成分によっても色味が変わってますからね。蒸気に注意転倒せよとか、こんな看板見たことありますか？この辺も湯気がすごいね。天然温泉でございます。ただこれ入ったら多分死にます。温度が90度超えてると思いますね。あそこの左手は多分この湯煙地熱を使って蒸し物をたくさんやってるってことですね。お宿とかでもね、美味しい地獄蒸し、大分県の温泉の旅館ではたくさん出てきますけど、こうやって作られてるんです。この辺に暮らしてる人たちはもう毎日あそこで調理してるわけですね。自然の恵みを使って。で駐車場の近くにこれ有名な鶏の丸焼きをいただけるお店ですね。以前泊まった守護神温泉で夜ご飯ここの食べましたね。で近くにこれは以前茶マスケさんと一緒に来ましたね。地熱コーヒー、ここもすごい特徴的なカフェでね、温泉の地熱を使ってコーヒー豆を確か洗って作ってるんだったっけかな。で休日にしかオープンしていないと思うんで、今日ちょうど日曜だから久々に行ってみようかな。コーヒーはもちろんこういう蒸し物ですね。卵とか山菜のおこわと肉まんもあるんですね。蒸すのに13分かかるって書いてるんで、本格的な出来たてをここで蒸していただけるってことですね。ちょっとずつドリップするんですね。それちょっとずつドリップするんですよ。そうなんですよ。私のドリップって濃い液を後でお湯で割るっていうやり方をするんですよね。なので前半結構濃い液をゆっくり出してます。出すんですね。ファンの方がいらっしゃって、その公開されるところを、こう巡るのが自分の趣味だっていう方がいらしてくれて、結構ね、いろいろ来てくださいました。嬉しいですね。それはありがとうございます。まずはコーヒーですね。ちょっと地熱で体がほてってきたんで、僕はアイスを頼みました。友達はホットコーヒーを頼んでますけどね。で山菜おこわと椎茸肉まんはね、出来上がるのに15分かかるということなんで待ってます。で地熱コーヒーのこだわり、普通のコーヒー屋さんでは絶対に味わえないこだわりのコーヒーをここでいただけるんでね。いやもうお宿に行ける時間なんだけど、ちょっと蒸し物が前回なくて気になってるんで頼んじゃいました。いただきます。めっちゃもりもりでこれついてくれてますね。いや改めて飲んだらこれうまいっすね。すっごいすっきりとした飲み口ですね。すっきりとしながらもコーヒー本来の風味もねちゃんと感じられる入れたてだからうまいね。このコーヒーやっぱアイスコーヒーでもちゃんとこうコーヒーの深みのある味わいが出てて絶品っすね。蒸気がすごいですね。映ってきた。やってきました。左手がしいたけまんかな。で右手が山菜おこわ、出来たて絶対うまい。中開けるとこれうまそうだな。米にもこれ出汁が染み込んでる感じ。いただきます。うまい。めっちゃもちもちやんこれ。中にはしいたけがたっぷり入ってるんだけど、多分お肉のミンチとかお野菜もしいたけ以外にも多分入ってて、ちょっと甘辛のソースタレが中に染み込んでますね。いやもう絶妙な甘みと辛みがこのもちもちの外の生地の食感とともに広がってきましたね。いやこれ頼んでよかった。めっちゃうまい。これ絶対食べた方がいい。他で食べたことない。ちゃんとコーヒーに合うようにできてる。なるほどね。
ああ、そうか、そんな気しない。ああ、なるほどね。コーヒーにも合うように作られてるわけですね。だからちょっとこう甘みも出して、でこのコーヒーはね、甘みというよりはこう苦みがある飲み物なんで、それに合うってことですね。素晴らしい。日本でここにしかないですね、これは。こだわりのコーヒーとこのしいたけまんっていうのがね、大分名物ですよね、しいたけは。そしておこわ。いやおこわもうまいですね。もうお野菜たっぷり贅沢に、でお米にだし染み込んでて、これももちもちっとした食感ですね。蒸し物らしくお米は。いや優しい味わいですね。この田舎らしい味がたまんないです。いや久々に来てよかった。土日しか空いてないんでね、ぜひちょっとそこを狙ってきてください。もう俺この時点ですげえなってる確かにあれはあそこから見えたのは確かに湯煙だったな。うお、右手湯煙すっごしかも匂いがなんか入ってくるね。普通に温泉の匂いが変わったね、もうあそこうん湧いた温泉でこの左だ、湧いた温泉、湧いた感今目の前のこの湯煙立ち上がるすごい景観からやってきたんですけど、お宿はこっちの右手ですね。目の前これ見てる感じ、上の方が改修工事が行われていますね。真ん中正面が玄関入り口です。で入り口のこの目の前はまたこれ流れてるのは温泉ですね。でこれ中央にテーブルが椅子があって、足湯みたいな感じで楽しむことができるようになってるんですね。素敵な場所ですね。はい、では中に入っていきます。この湯宿小国のオーベルジュ湧いた館は創業は約50年前の老舗の旅館なんですけど、2020年頃に今のこの湧いた館という名前に変更してリニューアルオープンされています。以前は湧いた山荘という名前で有名な温泉宿でした。小国町の山である湧いた山を望む場所でこの湧いた館という名前なんですね。ここのお宿の魅力は何といっても5種類の貸し切り温泉。それぞれ趣の異なる湯船はプライベートな空間で贅沢な温泉時間を楽しめると評判です。中でも天空の湯という貸し切り湯からは少し高台に位置してるんで、九州の山々の絶景を独り占めできる露天風呂として大人気です。また地元の旬の食材を使った懐石料理も魅力の一つです。中に入ってきて早速ロビーフロントがあって、くまモンがお出迎えしてくれてますね。ここでチェックインしてお部屋に向かいます。お部屋は今回3階です。でエレベーターがそんなに広くなくて、スタッフさんが僕らをエレベーターに案内してくれた後に急いで階段で上がって息を切らしながら接客してくださっていたのがね、すごい印象的でした。で今回僕が宿泊するお部屋は和室10畳というタイプのお部屋ですね。ここですね、303ひまわりでは入ります。キーホルダーにもひまわりって書かれてますね。オープンするとここが玄関になってて、ここでスリッパを脱いで中に入ります。こんなところにもひまわりがありますね。で扉を開けると中はこんな感じで広々とした和室になってますね。今日は2人で泊まりますけど、2人でも十分な広さ。目の前にはこれセンターテーブルに快適そうなこれ座椅子があるっていうのがいいですね。腰が痛くなりません、これだったら。で結構歴史ある旅館だとは思うんですけど、この辺りしっかり改装されて、ちょっと金色のような色合いで、ラグジュアリーとまではいかないですけどね、洗練された空気感があります。でこっちの床の間には空気清浄機とかが分かれてますね。ちょっと細かいとこ見ていきましょうか。この辺がテレビがあって、冷蔵庫が下で、冷蔵庫の中にあるドリンク、これはレモンサワーとほろ酔いインクルーシブ無料でいただけるそうです。で左上にはお水もありますね。でこっちには湯沸かしポットが置いてあって、ここにはこんな感じでお茶セットですね。で隣下がセキュリティボックスで、この上の扉がクローゼットになってますね。浴衣の羽織物が右手にあって、そして浴衣はこっち側の左手に置かれていますね。タオルも各種あって、この貸し切り湯があるんで、この袋に入れて持っていけるようになってるって感じかな。で左手はなんか箱がありますけど、この箱の中に各種アメニティが入ってるんですね。歯ブラシやひげ剃り、その他もろもろ。
これなんすか、ストレッチパッド、足のストレッチパッド、あんま見たことないですけどね。またボディタオルにすごいね、歯間ブラシまで入ってるわ。でこの辺はベーダロッソって書いてますけど、ボディーソープ、コンディショナーはシャンプーですかね。はい、そしてなんとメンズのスキンケアセットまでありますね。レディースはレディースでまた別のものが準備されるんですかね。はい、アメニティ充実してますね。これ浴衣じゃなくてサムエですね。個人的には好きな上下タイプで、お布団はもうすでに敷かれてる感じですね。結構これマットレス厚みがあってふかふかそうですね。であとは右手の扉は鍵が閉まってるんで、特に入ることはできないっぽいですね。こっちの左手側が水回りのスペースになってて、洗面台がこんな感じでありますね。でドライヤーも左下準備されてますし、この辺にはハンドソープとか綿棒、コットンとかかな。そしてお湯が出るまではしばらく時間かかりまして、これ湧いた缶の水は九十連山湧いた山のお水ですということでね、飲み水としていただけるってことです。ここでウェルカムドリンクとして水道水、いいじゃないですか。そして右手の扉の先にここにこんな感じでトイレがついてます。お風呂とかシャワーはないですけど、ここのお宿は貸し切り湯がたくさんあるんで、そっちで入るっていうことですね。ちなみにテーブルの上にはロイヤルワッフルクッキー、お菓子が置かれてて、で貸し切り風呂の案内がこんな感じでありますね。露天が上の3つで、半露天が真ん中の左手で、宇宙が2つ真ん中あって、でご利用時間とかも下に書かれてます。はい、あと下はいろいろ注意事項かな。いやこの椅子はなかなか座り心地がいいですね。いつもこの畳の和室の部屋だとやっぱ普通にこの下に座るとちょっと腰痛くなるんで最高だこれ。でこのお部屋が和室10畳禁煙というお部屋を予約して、料金は2名1室2食付きで1人1万円台後半から宿泊することができます。このギリギリ1万円台で泊まることができるっていうのはいいですね。日によっては2食付きでここのお宿以前は多分1人では泊まれなかったような気がするんですけど、1人でも泊まることができるプランが用意されていて、それでも2食付きで2万円弱から泊まることができるんですよね。僕みたいに一人旅が多い人にとっては助かります。で夕食もいろんな種類があって、ジビエコースっていうのが一番リーズナブルであって、あとはフレンチ&イタリアンとか、あとは熊本産ブランド和牛食べ比べとか、フレンチ×イタリアン×ジビエ特別コースとかね、ちょっとずつ料金は上がっていきますけど、自分で好きなプランを選ぶことができます。今回は確か型にはまらないフレンチ&イタリアンっていうのをチョイスしたと思います。お料理もオーベルジュってことで楽しみですし、なんといっても貸し切り湯ですね。天空の露天っていうのがよくここのお宿の写真とかで出てきて、それが楽しみなんでね、この後行ってみましょう。はい、じゃあ貸し切り湯行ってみます。ちょうどお部屋の隣がこれ湯って書いてる入り口になってますね。3階で目の前に案内があって、この天空の湯ってとこですね。空いてるといいけど、今ここにいるから出て、こっちの右手のところが天空の湯で、他の宇宙とかいろいろあるんですね。こっちの方から行ってみましょう。すごい、またこれ自然あふれる空気感漂ってますね。でこの右手すぐが天空ですね。開いてる、よかった。さあ階段を登ってって、ここのお風呂に入りたくてこのお宿に来たって言っても過言ではないですからね。これ右だな。こっちが天空の湯で、なんか温泉の音が聞こえてきましたね。冬は凍結しますって書いてます。でこっちの左手にまず入ったところが脱衣スペースになってますね。で椅子休憩用ついてて、これ右手にすごい景色広がってる。こっからも見えるけど、こっちの階段から行ってみようか。上がっていって、正面がちょっとしたこれ畳の休憩スペースになってるんですけど、左手ですね。最高じゃんこれ。見て、この左手湧いた山が見えて湯煙立ち上がる景観に、こっちの右手までずらーっと山の景色が広がってて、しかも湯船これ2つあるんだ。今日2人で来たから両方とも一緒に楽しんで入れるじゃん。で奥の方ちょっと色が違うな。こっちの方が透明色に近い形になってて、こっち側がかなりミルキーなコバルトブルーに輝いた色になってますね。これはまたこの色合いもね、すごい特別感のある
温泉の色してますけど、こんな感じで使ってみたら奥の方まで雄大な九州の山が見えてますね。これ朝は運が良かったら季節によっては雲海も見られるみたいですね。季節的にはいいけどちょっと雲が多いから明日どうか分かんないけど、それも楽しみ。いやーちょっと久しぶりにテンション上がってきましたね。これはお風呂雰囲気。さあじゃあ入りますよ。これね、さあ温度はどんな感じかな。源泉が 96.5 度って書いてたから、結構暑いな。ギリギリ入れるぐらいじゃないかな。でもあれでかき混ぜたら多分いい感じの温度になると思うんで、かき混ぜましょう。こんな感じでね、草強いとこ一度はおいでってね、草津温泉だったら歌うんですけどね。ここは湧田温泉郷です。草津温泉よりも有名ではないですけど、同じかそれ以上の魅力がありますよ。見てください、このコバルトブルー。インスタ映えもするっていうね、穴場感があるだけじゃなくて。はい、浸かります。めっちゃ気持ちいい。ちょっと暑いかなって思ったけど、かき混ぜたらいい感じになりましたね。これは体が芯から温まっていきます。で、目の前に見えてる景色が最高すぎる。これはもうね、今日は雲で覆われているんですけど、奥の方がちょっと光を放っていて、これオレンジ色に光り輝いてるんで、晴れた日によってはトワイライトの景色とかめっちゃ綺麗なんじゃないのかな。太陽がどうなんだろう、こっちから朝登ったりするのかちょっと方角が分かんないんですけど、朝もまた綺麗な景色望めそうですよね。明日雲海望めるといいんだけど、どうかな。この辺はちょっと運次第ですけど、でも曇っててもこれはもう圧巻ですね。左手にはね、湯煙ももくもくと立ち上がってる景観を見ることができるんで、もうこれぞ温泉街に来たっていう風なのが伝わってきますよね。でやっぱりこの無色透明じゃなくてちょっとコバルトブルーに輝いてるっていうところも特別感があるから、もうこれはたまんないですね。泉質はナトリウム塩化物泉って書いてて、アルカリ性の温泉ですね。なんで特に強く硫黄の香りとかがするわけではないですけど、ほんのりと温泉の香りが漂ってきます。いやそれにしてもやっぱりこの波打ってるかのような九州の山の景色は素晴らしいですね。もう日本を代表する絶景と言っていいでしょう。海外でもなかなかこんな綺麗な山並みを見ることなんてできないですからね。さすが山並みハイウェイというだけあります。この辺り阿蘇九十。せっかくだからこれお部屋からドリンク持ってきちゃいました。レモンサワー。いやー、貸し切るはこうやって自由にドリンク飲めるのもいいですね。いただきます。いやー最高、うますぎる。いやーたまんないですね。もう冷蔵庫に冷やされてキンキンですからね。最高。このこの木の傘ってかぶる意味があるんですよね。サウナハットみたいな役割があるんですよね。よくわかんないですけど。いやー気持ちよかった。この入浴中の札を元に戻して、この辺もすごいですね。中庭にありそうな本格的なやつが置かれてて、ちょっと違う貸し切りにも行ってみましょうか。で進んでいったら左手に自販機、ビールとかもありますけどね、ここの右と左に温泉あります。行ってみましょう。湧田の湯。全部こんな感じで多分脱衣スペースはついてるんでしょうね。で右手の扉から内湯はここも広々とした浴槽があって快適そうですね。大人 2,3 人でも一緒に入れるぐらいの広さがあります。でここもコバルトブルーに輝いててとっても綺麗ですね。窓を開けたら半露天みたいな感じで楽しむことができそうですね。でさっきは体を洗うシャワーがなかったんですけど、ここにはシャワーがついてるんで、体洗いたい場合はこっちに来るってことですね。でこっちが笹の湯って書いてます。こっちも大きな岩風呂がこんな感じであります。でここはこの奥の方が完全にオープンエアになってるんで半露天風呂ですね。ここも雰囲気いいですね。そしてここの扉の先にもまだいろいろあるんですね。ここでスリッパ履き替えるのか。わあこれまた石段のこれ上がっていく感じがめっちゃ風情ありますね。こっち側にも抜けていけるようになってるし、こっちにも温泉があるのはこの先に湯畑の湯って書いてますね。ここが湯あみ着を着用して入る混浴風呂って書いてます。こっちか。
うわー、この辺めっちゃ雰囲気いいわ。左手右手ライトアップされてて、でちょっとした橋を渡って、これはなんだ、水風呂みたいになってるけど、多分水風呂ではないですね。これはね、池ですね。そして目の前にあるこれが混浴風呂ですね。おお、めっちゃ広い。大人10人15人ぐらい入れるぐらいの巨大な湯船になってます。これはいいね。まあ貸切湯に比べてこれだけ広ければかなり開放的な雰囲気でお風呂にゆっくり浸かることができそうです。いや、想像以上にいいですね、この混浴湯は。これかなり多分浅瀬になってるんで、手前側この辺寝湯として利用できるようになってるのかな。混浴ということでね、カップルとかご夫婦で来ても一緒にこの巨大な湯船で楽しむことができるっていうのは嬉しいですよね。で、さっきの混浴風呂の近くにはこんな休憩どころもありますね。竹林に囲まれて、ここもまた素敵な雰囲気ですね。で、一番上に登ってきて、この2つで最後かな、貸切湯は。竹林の湯って方行ってみましょうか。ここも中入ったら脱衣スペースがあって、右手に行くと、おお、これもいいねこのコバルトブルー色がより一層ここは綺麗に見えますね。外の光が入ってきてるからか。で、ここにも体を洗うシャワーがありますし、さっきの宇宙よりもかなり2倍ぐらいの広々とした空間になってて、いや最高じゃんこれ。竹林に囲まれた中でね、大自然の息吹を感じながらゆっくりと温泉に浸かりそうです。ここで体洗い流そうかな、一回。そして寝湯ですね。ここは下が畳になってていいですね。で、シャワーここにもついてますね。で、もうこれ全く隙間なくすぐにこれ寝湯のスペースになってて、いやーこれもいいですね。浅瀬でここぐだっと横に体を倒して真上を見上げることができると。で、上の景色はこんな感じで綺麗な緑の木々が広がってて、その上に青空が見えてますね。また気持ちいいわ。この竹の感じもいいですね。ここが源泉だった90度ですからね、この源泉は。いや、ここの貸切湯もめちゃくちゃいいっすね。さっきの上から絶景の山々見下ろす感じもいいけど、この竹林に囲まれてるのもね、もう特別感がすごい。で、このミルキーブルーの色合いすごくないですか。なんかもう南国のビーチリゾートに来たんじゃないかって言わんばかりのね、この青い水の景色すごいね、これは。で、特に狙ったわけじゃないですけどね、このライトアップされた竹林の景色を見ながら温泉に浸かることができるので、結構いい時間帯に来たんじゃないですかね。ちょっと空を見上げればまだ青色が残ってる感じもいいですね。はい、席に着いたらメニュー表がこんな感じで、今日はフレンチ&イタリアンのオーベルジュですかね。はい、洋食を中心に取り揃えられてます。で、まず前菜ですね。ここに書かれてるやつが目の前早速並んでます。うまそう。真ん中がウニのロワイヤル、鴨のコンフィ、カニのフリッタータ、生ハムとイチジク、花ズッキーニのフリット。左手にパンがあって、右手はミネストローネです。はい、でドリンクメニューは1ページ目にまずビールと、下にはノンアルですね、ソフトドリンクもあって、この熊本デコポンとかいいっすね。で、次のページが日本酒かな、おすすめの地酒。何これ、小国ジャージー牛ヨーグルトのお酒って書いてますね。飲んでみたい。しかもデコポン酒もあるし、日田の梨、大山の梅酒があります。左下、梅響きで飲みましたね。うまいんですよこれが。右手にもなんか牛乳焼酎とかありますよ。ここでしか飲めなさそう。で、次のページが熊本おすすめのお酒っていう風に書いてますね。有名なやつかな。で、今回洋食なんでね、ワインも右手に各種取り揃えられてて、厳選ワインで、次のページには熊本のワインがありますね。右手にはこれなんていうの、五ヶ瀬五ヶ瀬宮崎のワインで、最後のページにもまたワインがありますね。
はい、じゃあお楽しみの夕食の時間、乾杯です。スパークリングで。うまいです、最後。スパークリングワインですね。男は一気っすね。まあノンアルですけどね。セレブレっていうノンアルコールスパークリングで富山のものみたいですね。まずはメニュー表だとウニのロワイヤルが最初ですね。これです。トップにウニ乗ってます。こりゃ贅沢。うわ、うまっ。すごい。これね、上の部分だけこうウニウニしいのかと思ったら、この中のプリンみたいな食感のところもウニの味なんですよ。はい、ダブルでウニを楽しめる。この上の本物のウニってちょっと意味わかんないですね。下も本物のウニだと思うんですよね。ふわっとプリンのようなこの食感でウニの風味も広がるし、がっつりとトップでウニも一緒に来るって感じですかね。なんとも贅沢な、これはロワイヤルですね。何のことなんでしょう、ロワイヤル。今友達に教えてもらいました。ロワイヤルというのは王の高貴な、豪華ななどの意味を表すということでね。なんでこれはウニの王様ってことですね。まさに名前の通り贅沢なウニのお料理となってます。そして鴨のコンフィ。うまいっすね。鴨もこのソースがね、濃厚な甘みとほんのりとこう酸味を発していて、すごくいい感じですね。このソース、酸味もちゃんとあるのがさっぱりしていいね。カニのフリッタータ。これも贅沢だ。こういうなんかフリッタータって、野菜とかね、そういうものがこう中に練り込まれてること多いと思うんですけど、贅沢にこうカニが入ってるっていうのはね、しかもなんかほんのりじゃなくてしっかりカニの風味が広がってくる。そして花ズッキーニのフリット、これとんでもないですね。ものすごい形してます。上の花の部分まで天ぷらになってるんですね。何これ。中にこれなんかミートボール、ミンチみたいなのが入ってる。レンコンとか野菜も練り込まれてるな、多分。いいですね。このミートボールのジューシーな中にお野菜のさっぱりシャキシャキが入ってきて、はい、で生ハムいきます。いやー、最高やな。生ハムうまい。イチジクがまたこの塩味のある生ハムと相性がね、意外といいんですよ。スペインでもこのバルとかで生ハムとメロン、この組み合わせがもう鉄板ですからね。意外と合うんですよ、フルーツと生ハムって。いやー、ハムにはワイン。いやー、うまい。赤ワインが飲みたくなりますね、生ハムは。はい、じゃあ次はミネストローネいきます。これはなんかちょっと獣臭がするな。多分なんかイノシシとかなんかそういうジビエのお肉使ってるんじゃないのかな。そんな風味がします。普通のミネストローネと同じくこうお豆とお野菜ゴロゴロ入ってトマトベースの味なんですけど、若干獣臭がする。ジビエコースがあるぐらいなんでね、この辺はジビエ盛んだから。パンもいただきます。バターがしっかり柔らかい。そしてオリーブオイルをたっぷりつけて、パンは普通ですね。焼きたてとかそういう感じじゃなくて、もうちょっとこうサクッとふわっとしたのが出てくると嬉しいですけどね。でもバターとオリーブオイルはこれいい感じですね。次に出てきたのはパスタですね。ニョッキのトマトソース。ニョッキというのはこのパスタの形状のことですかね、確か。めっちゃもちもちのパスタなんですね、これ。でもすごいシンプルなトマトソースにバジルにチーズ、パルメザンかな、上に振りかけられてる感じで、なんかこれも若干獣臭がするような気がするな。すごいシンプルな味わいですね。でね、パン友達はおかわりしたんですけど、焼きたてが出てました。ちょうどいいタイミングだったんですね。これはすごいサクサクで中もちもちの感じする。いやー、これですね。これうまい。普通にめっちゃうまい。サクサクもちもちで、もうパンはやっぱり焼きたて出すか出さないかで本当に味が変わりますよね。こんなに感想が変わるんで大事ですね、出し方は。どうしても田舎のお宿っていうのはね、こう人手が足りてないことがあるんで、しょうがないですね。そういう時もあると思います。でも多分ね、着いた時にパンもセッティングされてて、僕がもうちんたら撮影に時間かけまくってたからね、パンが冷めちゃったんだと思います。僕のせいです。次、魚料理がやってきました。タイとホタテのポワレ、白ワインのソースですね。うまそう。真ん中のこの大きなホタテ、奥にタイ。いや、これは美味しそうだな。ホタテがちょっと一気にいっちゃうのもったいないんで半分に切って。
これソースがこれまたしっかり酸味の効いた感じですね。でもホタテがしっかり甘みがあるから、ちょっとこのクリーミーな酸味の効いたソースが合うわ。そしてタイ、タイですね。これは淡白な味わいで、淡白だからこそちょっとこのクリーミーな濃厚の酸味のしっかり効いたソースがね、いいアクセントになりますね。いい感じ。ホタテがうまい。ホタテあと3つぐらい食いたい。はい、そしてお酒また頼んでみました。これが日田のリエンかな、リエンっていうところの梨のスパークリングですね。うまっ。スパークリングのこうスカッとした感じの中にほんのりと梨の甘みが広がっていく。僕フルーツの中で梨一番好きなんですよ。この小国の近くにはもうちょっと東側で行ったら大分県日田市があるんで、この日田の名物梨とさっきの梅酒もありますからね。見てくださいね。日田の魅力届けた動画あるんで、梅響きの動画を。でこれ友達にもらいました。 100% デコポンジュース熊本の。普通にうまいねこれ。ちょっとこう酸味のね強めのこのデコポンですけど、甘みもその中にちゃんとあるので濃厚 100% 間違いないね。いや冷蔵庫の中にこういうなんかノンアルスパークリングとかデコポンジュースがあったら最高だった。温泉入りながら飲めるから、お酒あんま飲めない人は。そしてお肉料理出てきました。赤牛のもも肉ローストですね。熊本のお肉が出てきましたね。赤牛。そしてサフランライス、ね、珍しいサフラン使ったご飯も登場です。ちょっと洋風ですね、やっぱ。めっちゃ柔らかいですねこれ。赤牛はこう比較的さっぱりとした味わい、赤身の風味がしっかり漂うんだけどさっぱりとね食べやすい。ご年配の方とかでもすごいこうスッと入っていくような口当たりなんですよね。でも表面がね結構これ色づいてるんですごい香ばしいですね。いいですね。でサフランライス、最後。ちょっとスペイン大好き、パエリア大好きな僕にとってはこれはたまんないですね。サフランライスは日本でねサフランってめっちゃ高いんで、ほんのなんか数切れしか入ってないのに600円700円ぐらいしますからね、スーパーで買うと。贅沢品ですよ。だからこれは。いやでも香ばしいお肉とすごい合いますね、サフランライスは。焼き野菜が甘い。やっぱ素材がいいんでしょうね、この辺の山あいのお宿なんで。そして最後デザートです。結構これ豪華ですね。栗のケーキ、洋梨のムース、フルーツ、秋らしく柿もありますね。洋梨のムース、すごいふわ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 食感で、中にちょっとこうトロトロなムースがありますね。なんかちょっと炭酸っぽいシュワッとした感じに梨の風味が甘さとともに広がりますね。で栗のケーキ、このトップの部分が焦げ目があって香ばしくて苦みもある中で、生地は甘くて秋の味覚ですね。栗と多分これイチジクも入ってね、甘さと酸味も発してます。柿、フルーツがうまい。柿が甘い。シャインマスカットもあるし。はい、ということで夕食いただきましたけどね。個人的にはオーベルジュって言われるところ、今まで本当にすごいとこ行ったんですよ。アルカナイズとか、あとはオーベルジュサウステラスとか、もうそこら辺はねこう出てくるもの全てが普通じゃないというかね、全部初めての味だけどめっちゃ美味しいみたいなね、感動の連続だったんで、それと比較したら比較的こうシンプル、味が想像できて、普通に美味しいかなぐらいの感覚のお料理がたくさん出てきたっていう感じですね。そこに比べてこう価格帯もちょっと抑えめなんで、当然といえば当然なんですけどね。はい。あとはこれ普通にジビエのコース料理とか、あと焼肉とかも多分あったと思うんで、それらだとどんな味かも気にはなりますね。この後ね、やっぱここの見どころの温泉ですね。入りにまた行きますよ。ちょっとデコポンジュース美味しかったんでね、これ買えますかって言ったら、500円で買えたので、これ飲みながら温泉入りたいと思います。夜の天空の世に来てみました。こんな感じで照明でライトアップされて、コバルトブルーは綺麗に見えてるんですけど、さすがに今ちょっと雨降ってるんでね、完全に奥の方は漆黒です。真っ黒の状態ですね。もしかしたらこれは晴れていたらちょっとなんか山の輪郭とか見えるかもしれないですけどね、月の光とか星の光があればね。いや本当に周りに光こんな感じでなんもないから、これ空見上げたら絶対に星空綺麗なんだろうけど、残念。
まあ星空はね、動画ではどうせ収められないんで、でも写真撮りたかったな。はい。で、夜はここの混浴風呂に入ろうと思います。で、湯あみ着をフロントで500円で買うことができたんで、まあ、水着とか持ってきてなくても当日買うことができます。いや、やっぱいいですね。さっきも夕方見ましたけど、ライトアップされてて。まあ雨降ってるけど、それはそれで気持ちよさそうだ。はい、混浴風呂今浸かりましたけど、これまた気持ちいいですね。この竹から流れてくる温泉がまた絵になりますね。で、ライトアップされて照らされている緑がまた風情がありますよ。夜はね、やっぱこの辺は寒暖差があるんで、かなり涼しくなってきたんで、お昼よりもやっぱり気持ちがいい。こっち側のこの石段のところから温泉上から流れてきている風景も素敵ですね。見ているだけで日頃の喧騒を忘れて癒されます。で、この混浴風呂の隣にあるちょろちょろと流れてきてるやつ、これ飲むことができるっていう風に書いてますね。温泉なのかな。はい、おはようございます。翌朝です。朝になるとこんな感じで真っ白な景色に包まれて、素晴らしい雲海ではなく霧の景色ですね。はい、残念ながら今日は曇り空となってしまいました。まあ残念って言いましたけどね、これはこれで神秘的な光景が目の前に広がってるんでいいんじゃないですかっていう風にポジティブに考えるしかないですね。本当だったら、ちょうど今秋の景色なんで、日中と夜の寒暖差が結構あるから雲海が現れやすい時期ではあるんですけどね。まあしょうがないです。でも朝はやっぱりこれ緑に囲まれて、昨日夜見た通りね、人工物がないので本当に自然いっぱいの中でマイナスイオンたっぷりの空気が美味しい。朝吸う空気が素晴らしい目覚めですね。ワイタ山は見えてないですけど、今日もワイタ温泉郷は黙々と湯煙を発していて元気いっぱいです。そして朝食はこんな感じです。真ん中に大きくサラダ、ハムとかもありますし、オムレツもありますね。で、選ぶことができるのが、これがご飯の場合は赤飯とメレンゲと卵もありますね。これどんな味がするのかすごい楽しみです。明太子とか漬物も置いてくれてて。で、洋食、パンを選んだ場合はフレンチトーストとクロワッサンかな。こっちはこっちで美味しそうです。で、メープルシロップとなんかベリー系のソースですね。そしてこれがスープにフルーツヨーグルト、今火つけてくれてベーコンとソーセージもあります。この辺のお肉も含めて朝食全部熊本県産のものを使ってるみたいです。素材にもこだわってます。めっちゃ濃厚な感じ。よし、いただきます。こんな感じで醤油でちょっとメレンゲが溶けてね、なんか普通の卵かけご飯やとちょっとべちゃってなる感じになると思うんですけど、これはふわふわっと食感が広がっていきますね。卵のちょっとさっぱりした味わいになるのかな。で、赤飯もね、すごく体にいいと思うんで、朝食としてぴったりですね。こういう焼き物はね、焼きたて、昨日のパンもそうですけどね、これが重要ですよ。うまっ。ベーコンうまいね。スープは、これ中にサーモン入ってます。お野菜たっぷり、サーモンのクラムチャウダーだ。いいっすね、やっぱ朝はこんな生野菜もそうだし、クラムチャウダーでお野菜たっぷり取れて、量的にもこれぐらいがちょうどいいですね。そしてせっかくなんでフレンチトーストとさっきのご飯は2人でシェアしてます。シロップかけて、め
フレンチトーストふわふわでうまいですね。このメープルの甘みとベリーの酸味で、ね、バランスもいい感じ。クロワッサンもうまいですね。ちゃんと生地がサクッとした食感が残ってる。クロちゃん。クロちゃん。黒です。クロちゃん。黒ちゃん、はい、じゃあ。知らん人が来てびっくりしたかな。おお、黒ちゃんよ。綺麗なお目目だね。あれ。やか。やか。ポーズ取ってくださいっていう。クロちゃん。ほら。ほら、クロちゃん。ほら、クロちゃん。ああ、いいね。カメラ目線で。あら、やだか。やめましたか。ね。クロちゃん。そっちが安心や。ダメなんだ。そっちが安心やね。はい、で宿をチェックアウトして、せっかくなんでこの近くの有名な岡本豆腐店に来てみました。初めて来たんですよね。そしたらこれびっくりでね、こんな感じで岡本豆腐楽しませマップって言って、こんなに広いのかと思って、さっき見せていたのがここですね、豆腐屋さんで、お宿が結構この周辺にたくさんあって、温泉も楽しむことができますよっていう感じで書いてますね。はい、ここ目の前が豆腐でお食事どころ、豆腐の定食をいただけるんですかね。で左手奥の方には売店とか、あとはカフェみたいなところもあります。ざる豆腐も売り切れやし、中ざるも売り切れやん。田舎豆腐はある。何買うんですか？揚げを買うんですか？あ、ポン酢で食べたら美味しい。こんな感じで揚げ出し豆腐とか豆腐ね、購入することもできるってことですね。あとは隣の定食屋さんで食べることもできたり、カフェもソフトクリームとか豆乳ソフトありますね。この隣の岡本っていうところ、奥に来たところが喫茶お土産って書いてますね。はい、みんなに服が来るようにと面白い置物が置かれてますし、ここにはなんだこれ、短足でも満足湯、すごい煽ってくるような文言が書かれてますけどね、足湯があるみたいです。とりあえず混浴ですっていう風に書いてます。なんかこの田舎らしい適当な感じの文言がいいですね。ゆるい感じ。せっかくなんで定食屋さんに入ってきました。で、豆腐定食っていうのが左手にあって、あとは単品でも頼むことができるんで、さっき朝食食べたから単品でこれですね、小猿豆腐と右手生揚げってやつを頼んでみました。多分この2つが代表格じゃないかな。裏面には左手お酒と真ん中には豆乳ソフトクリームとかもありましたね。これが小猿豆腐。でも食感は一般的な豆腐よりちょっとなんかチーズっぽい、ねっとりした感じがある。そのままいってみよう。うまいっすね。シンプルを極めたですね。美味しい水がたくさん流れてるんでね、豆腐がそれは美味しいっすよね。そのまま食べてもうまいわ、これ。なんかほんとちょっととろみがあるのがいいね。醤油つけてもうまいね。揚げ出しがちょっとなんかこのジューシーになる感じがいいね。切るときにいい、これ衣がちょっとサクッとした感じがある。これ何につけよう。普通に醤油か。揚げ出しは揚げ出しでいいね。ちょっとサクッと香ばしい。両方楽しみたい。定食だったら両方楽しめるんだから。で、柚子胡椒をかけてまた味の変化を。うまいですね。これは好みが分かれますけどね、きっとね。揚げ出し豆腐のちょっとサクッと脂身もありつつ、中のさっぱり豆腐を楽しむのと、このトロットロの豆腐本来の味を楽しむのと、皆さんどっちが好きですかね。僕は年齢を重ねるごとに脂っこいものが受け付けなくなってきてるんで、このシンプルな味わいがどちらかというと好きですね。九州はやっぱり素材が素晴らしいね。なんかお店の人は揚げ出しのこの生揚げがおすすめみたいなの結構推してましたね。俺もこれやべえと思ってる。あ、本当？クルーメイト。一緒に来た友達はこの揚げ出しがたまんなく好きみたいです。揚げ出し好きな人はね、ぜひ一食の価値ありっていうのか知らないですけどね。揚げたてで出てきたじゃん。もう最初の一口がやばかった。ジュワーって。ね、確かにこれだって切った時からジュワってなったもん。そう。この感じ。でも中はさ、ちゃんと豆腐のふわふわがふわふわと中のじゅわっ柔らかさと、そう確かに衣がね、切った時びっくりしたんですよ。じゅわっとなったから。なかなか確かにその揚げ出し豆腐の揚げだってって意外と食えんよ。普通に定食とか出てきたら、ちょっと時間が経ってちょっと柔らかくなってるのかな。衣がちゃんとサクッとなってる揚げ出し豆腐って確かに食べれんかもしれん。あんまり
一色の感じあり。はい、でさっきの岡本豆腐のすぐ近くのところにこんなところありました。梅田牧場直営店、美味しいソフトクリームがいただけそうなんで、ここでアイス食べて帰ろうかな。もうこの森の中のロッジのような雰囲気、いい感じですね。お店の中もね、ちょっとこう可愛らしいものが多くの飾られてます。くまモンもいるし、牛さんのぬいぐるみとかもあって、左側にね、なんか T シャツがありますね。あの T シャツ、お土産としても、ね、手前が売られてるんですけど、なかなか着るのに勇気がいる T シャツですね。メニューもこれ結構たくさんありますね。ジャージー牛、飲むヨーグルト、フロート、小国ジャージー、ソフト。で、モーニングセットみたいなのも左手にあるし、プリンソフト、コーヒーセット。わ、全部うまそう。フロートとかもある。はい、いただきます。まずは、ジャージー牛。牛乳は意外と今回の旅で飲んでないんでね。いやー、うまいな。今日ちょっと肌寒いんでね、ホットミルクが体に染みます。最高に濃厚な旨味がありますね、牛乳にも。で、ソフト。うまいね。さすが牧場直営。いやー、間違いないですね。この阿蘇九十エリアの牧場のソフトは。そこら辺のソフトと違って、より濃厚な甘みが広がります。これは都会にいたら絶対に食べられない贅沢ですね。ソフトクリームだけじゃなくて一緒にこのホットミルク、絞りたてかどうかわかんないですけど、直営の牛乳飲めるっていうのは。この組み合わせいいな。なんかソフトクリームとホットコーヒーとか紅茶ってカフェとかでよく食べれるけど、ソフトクリームとこの美味しい牛乳、ホットミルクっていうのはないですよね。で、これ下にプリンが入ってて、濃厚なカラメルソースがこれうまいね。苦味はほんのりで本当に濃厚な甘みがしっかり出てます。嫌いな人いないでしょ、プリンとアイスクリーム。いや、満喫しましたね。温泉も大自然も素晴らしい滝の景色も見られたし、心残りはやっぱり晴れた天空風呂を見たかったっていう感じかな。あと雲海と、それぐらいで素晴らしい旅でした。